偽の抗がん剤を流通させた組織を全員逮捕せよ。捜査官たちは、まず記録を洗い出した。2025年3月、メキシコシティ裁判所の法廷に1枚の書類が提出された。そこに記されていた数字は429。いや、その後の再集計で437という数字に訂正された。抗がん剤を受け取り、命を失った患者の数だ。薬局のカウンター越しに、笑顔で手渡された小瓶。白衣を着た薬剤師が、これで治ります。と言った。患者たちは信じた。疑う理由など、なかった。病院が処方し、保険が適用され、正規の流通ルートを通ってきた薬だ。だが、その中身は、本物の抗がん剤ではなかった。毒だった。18ヶ月間、129人が死んだ。残りの308人は、今もその後遺症と戦っている。なぜ気づけなかったのか、なぜ止められなかったのか、その問いに答えるには、この犯罪組織の、あまりにも精巧な構造を、知らなければならない。首謀者は、製薬会社の品質管理部門に、かつて勤めていた人物だった。彼は、検査をすり抜ける方法を、誰よりも熟知していた。政府の認証システムの盲点を知っていた。その知識を、人を救うためではなく、人を騙すために使った。病院の関係者が、12人関与していた。保険会社の内部から、情報が流れていた。これは個人の犯罪ではない。組織だった。制度への規制だった。437人の患者たちは、ただ、生きたかっただけだ。がんという宣告を受け、それでも諦めず、治療を続けようとした人たちだ。次のパートでは、その患者たちの日常の中に入っていく。薬を手にした日、何を思い、誰と話し、どんな未来を描いていたのか、その記録が、この事件の本当の重さを語り始める。メキシコシティの朝はいつも早い。マルティネスは、その日も6時に目を覚ました。カーテンの隙間から薄い光が差し込んでくる。彼は、ゆっくりと体を起こした。胸の奥に鈍い痛みがあった。でも、それはもう日常になっていた。抗がん剤を飲み始めて4ヶ月が経っていた。副作用は辛い。吐き気も、倦怠感もある。それでも、彼は思っていた。これが、生きるための代償だと。台所に向かう。妻のルシアが、すでに朝食を用意していた。今日は、少し顔色がいいわ。彼女は微笑んだ。マルティネスは、その笑顔に、救われていた。毎朝、そうだった。薬の袋を手に取る。処方箋通りの、正規の薬局で受け取ったもの。白いカプセルが、整然と並んでいる。何の疑いも、なかった。水で飲み込む。いつもの朝の、いつもの儀式。娘のソフィアが、学校の制服を着て、駆け込んでくる。パパ、見て、テストで満点取ったよ。紙を差し出す。マルティネスは、目を細めた。すごいな。声が、少し震えた。治りたかった。ただ、それだけだった。この子の成長を、もっと、見たかった。結婚式を、見届けたかった。孫の顔を、見たかった。がんの宣告を受けた夜、彼は一人で泣いた。妻に悟られないよう、浴室の扉を閉めて、それでも、翌朝には、立ち上がった。治療すれば、戻れる。医師の言葉を、信じることにした。メキシコシティには、同じような蝶が、あちこちにあった。47歳の教師、32歳の母親、61歳の元警察官、みんな、薬を飲んでいた。みんな、信じていた。その薬が、本当に効いているのか、体が弱るのは、病気のせいなのか、それとも、誰も、気づいていなかった。その問いに、たどり着く前に、時間は、静かに、流れていた。437人の患者たちが、それぞれの朝を、過ごしていた。あの頃、2025年、1月のある朝、
メキシコシティの郊外に住む44歳の女性が床の上に倒れていた。家族が気づいたのは夜明け前だった。病院に運ばれた彼女はすでに意識がなかった。医師は首をかしげた。抗がん剤治療を受けている患者がなぜこれほど急激に悪化するのか、検査値は説明がつかなかった。肝臓の数値が異常なまでに跳ね上がっていた。担当医はその日のうちに薬を調べるよう検査室に指示を出した。結果が戻るまで48時間かかった。届いた報告書を見た瞬間、医師の手が止まった。薬の中に有効成分は一切含まれていなかった。代わりに検出されたのは工業用の溶剤と不明な有機化合物だった。これは薬ではない。彼はその一行を何度も読み返した。病院の廊下は静かだった。窓の外で車の音がした。世界は何事もなく動いていた。その日の午後、病院は保健当局に連絡を入れた。最初、担当者は信じなかった。製造番号は正規のものです。包装も認証シールもすべて本物に見えます。見えるだけだった。調査官が薬局に向かったのは翌朝のことだった。棚に並んでいた薬をすべて回収した。同じ製品番号、同じパッケージ。しかし中身は全く別のものだった。その薬局だけではなかった。報告が次々と上がってきた。別の地区でまた一人、別の病院でまた報告。点が線になり始めた瞬間、捜査当局は事態の規模に気づいた。これは一件の事故ではない。組織的な犯罪だ。437人の患者が同じ薬を飲んでいた。その全員が癌と戦いながら毒を体に入れていたのだ。誰も知らないまま、誰も疑わないまま、捜査の扉がゆっくりと開き始めた。捜査本部が正式に動き始めた。2025年、メキシコシティ保健当局と連邦警察が合同捜査チームを編成した。命令はただ一つ。偽の抗がん剤を流通させた組織を全員逮捕せよ。捜査官たちはまず記録を洗い出した。病院の処方箋、薬局の納品伝票、保険会社の請求データ、437人分の膨大な書類が机の上に積み上がった。1枚ずつめくるたびに別の名前が現れた。別の顔が見えた。別の命が奪われていた。捜査官の一人は後にこう語った。ファイルを開くたびに手が止まった。これは数字じゃない。人の話だ。と、証拠の意図を慎重にたどっていくと、ある流通ルートが浮かび上がってきた。薬の仕入れ先が公式の製薬会社ではない。登録されていない架空の業者名、偽の認証番号、巧妙に複製された政府の承認印。これは素人の仕業ではない。製薬業界の内側を知る人間が関わっている。捜査班は確信した。そして最初の手がかりがつかめた瞬間が訪れた。一枚の書類に小さな矛盾があった。承認番号の書式が当局の正式フォーマットとわずかに違っていた。フォントの種類、文字の間隔、数字の並び方、専門家でなければ絶対に気づかないほんのわずかな差異。ところがその差異こそが組織の正体を暴く鍵になった。データベースを照合すると同じ書式の偽造文書が過去18ヶ月で60件以上確認された。点がまた線になった。そして最初の容疑者の名前が捜査官のリストに浮かび上がった。その人物はかつて大手製薬会社で品質管理を担当していた元社員だった。内側を知るからこそ穴を作れた。信頼されていたからこそ疑われなかった。しかし今、その名前の横には赤いマーカーが
聞かれていた。容疑者は完璧なアリバイを用意していた。容疑者の名前はエドアルド・サラス、47歳。元製薬会社の品質管理部門主任研究員だった男。捜査官がその名を口にした瞬間、室内の空気が重くなった。サラスには完璧なアリバイがあった。問題の偽造薬が患者たちに流通していた期間、彼はメキシコシティを離れていたと主張した。証拠として提出されたのは、モンテレイへの往復航空券、ホテルの領収書、そして複数の会議への出席記録。書類は全て整っていた。署名も日付も押印も一見すると完璧な証明だった。しかし捜査官たちはその完璧さに違和感を覚えた。書類が整いすぎていた。人間の行動記録というものは本来もっと雑然としているものだ。領収書の一枚に汚れがあってもいい。会議の記録に手書きの修正があってもいい。だが、サラスの提出した書類はまるで印刷したばかりのように清潔だった。捜査チームは静かに検証を始めた。航空会社への紹介、ホテルのチェックイン記録の精査、会議参加者への聞き取り。結果は3日後に出た。ホテルのチェックイン記録にわずかな矛盾があった。サラスが宿泊したとされる夜、同じホテルの防犯カメラには彼の姿が映っていなかった。それだけではない。会議の出席者のうち2名が証言した。サラスは来ていなかった。と、アリバイは崩れ始めた。捜査官が証拠を積み上げるたびに、サラスの沈黙は深くなっていった。2026年3月、メキシコ検察当局は正式な捜査結果を発表した。サラスを中心とする17名からなる偽造医薬品密輸組織、製薬会社内部の知識を悪用し、政府の検証システムを意図的に欺いた。病院関係者と保険会社の社員、合計12名が共謀した疑い、そして437名の患者に毒性物質を含む偽の抗がん剤を販売した129名が死亡した数字が読み上げられるたびに記者会見場は静まり返った。しかし捜査官の手はまだ止まっていなかった。組織の輪郭は見えた。だがその輪郭の奥にまだ隠れているものがあった。ひとしきれはここから始まる。ひとしきれは静かに始まっていた。捜査官たちは押収した書類の山を夜通しで精査していた。組織の全体像はほぼ見えていた。製薬会社の元社員、偽造された認証ラベル、病院関係者との癒着。だが一つの疑問が捜査チームの中にずっと残っていた。目撃者の証言に不自然な空白があった。ある倉庫の管理人は薬品の搬入記録を見たことがないと言った。防犯カメラの映像には毎週木曜日の深夜、同じ車両が記録されていた。しかしその管理人の勤務表には木曜の夜勤が毎週記録されていた。見ていないはずがない。捜査官はその矛盾を静かに手帳に書き留めた。さらに押収された医薬品の梱包材から微細な指紋が47点検出された。そのほとんどはすでに逮捕された組織員のものだった。しかし3点だけがどのデータベースにも一致しなかった。未登録の指紋。それはまだ捜査網にかかっていない人物が存在することを意味していた。組織の内部情報を提供した協力者の一人はこう語った。あの人は表には絶対に出てこない。それがあの人の役割だった。名前は明かされなかった。顔もわからない。ただ一つ確かなのは、その人物が組織の中で最も重要な役割を担っていたということだ。偽造薬品が正規の流通ルートに紛れ込めたのは内部に
道を作った人間がいたからだ。検証システムを知り尽くした人間が、捜査官の視線は、今度は病院の内部へと向けられた。12名の共謀者の中に、まだ特定されていない調整役がいる。その人物こそが、偽薬を患者の手元に届けるための最後の鍵を握っていた。ひとしきれは表面から始まらない深い場所からゆっくりと広がっていく。次の証拠はすでに捜査官の手の中にあった。ただ誰もまだそれが何を意味するのかを理解していなかった。第二の容疑者の影が捜査資料の奥に静かに潜んでいた。捜査資料の山の中に一枚の書類が混じっていた。それは病院の購買担当者が記録した取引履歴だった。名前はルイス・エルナンデス。42歳。表向きは医療機器の販売代理人だった。しかしその実態は全く異なっていた。捜査官たちが彼の行動記録を追い始めたのは事件発覚から3週間後のことだった。エルナンデスはメキシコシティの南側に小さなオフィスを構えていた。表札には医療コンサルタントと書かれていた。だがそこに訪れるのは医師でも研究者でもなかった。彼のもとには病院の購買担当者と保険会社の審査員が定期的に顔を出していた。金が動いていた。静かに、しかし確実に。捜査資料を精査した結果、一つのパターンが浮かび上がった。偽薬が患者の手元に届くまでには必ずエルナンデスの名前がどこかに現れた。彼は製造者でも密輸業者でもなかった。ただ人と人をつなぐ男だった。病院の購買担当者に偽薬を正規品として流通させるための書類を用意した。保険会社の審査員に治療記録を改ざんさせた。そして患者たちは何も知らないまま毒を体に入れ続けた。エルナンデスと被害者たちとの接点が明らかになったのはある女性の証言からだった。彼女の夫は肺がんと診断されて6ヶ月後に死亡した。担当医は抗がん剤が効かなかったと説明した。しかし後の分析で夫が投与された薬には有効成分が一切含まれていなかった。彼女は震える声で語った。夫は治ると信じていた。最後まで信じていた。その言葉が捜査官たちの胸に深く刻まれた。エルナンデスの存在が明確になるにつれ、事件の構造がより鮮明に見えてきた。組織の頂点にいる者が毒を作り、中間に立つ者がそれを流し、末端で誰かが死んでいった。その連鎖の中心にエルナンデスは静かに座っていた。次の捜査段階で捜査官たちはついに組織の全貌に迫ろうとしていた。捜査チームは夜明けを待たずに動いた。エルナンデスの居場所をついに特定したのだ。メキシコシティの南端、古い工業地帯の奥に廃工場があった。外から見ればただの錆びた建物だった。扉が開いた。静寂、そして白い光が溢れ出た。内部には精密な製造設備が整然と並んでいた。本物の製薬工場と見まがうほどの完成度だった。その場の全員が息を飲んだ。壁には偽造した承認番号の一覧表が貼られていた。使用した毒性物質の配合比率も細かく記録されていた。これは衝動的な犯罪ではなかった。緻密に計算された殺意だった。エルナンデスはその場にいなかった。しかし残されたデータが全てを語った。彼が製薬会社で培った品質管理の知識は
患者を守るためではなく、検査を欺くために使われていた。政府の認証ラベルを完璧に複製する技術、正規の流通経路に紛れ込ませる手口、病院の調達担当者と保険会社の審査員を取り込む仕組み、すべてが一人の人間の頭の中から生まれていた。437人の患者が信じて飲んだ薬は抗がん剤ではなかった。毒だった。129人がすでに命を落としていた。捜査官の一人が被害者リストを静かに床に置いた。紙の上には名前が並んでいた。子を持つ母親、定年を迎えたばかりの父親、治療に希望を持っていた若者たち。彼らの最後を誰も知らなかった。薬が偽物だと気づいた時にはすでに遅かった。エルナンデスの逮捕は翌朝、国境近くの検問所で実現した。手錠をかけられた彼は何も語らなかった。ただ、カメラを真正面から見つめ続けた。その目に後悔はなかった。組織の全貌がようやく明らかになった。だが、解明されたことと裁かれることは別の話だった。次の章で、この事件は新たな局面を迎えることになる。裁判は2025年の秋、メキシコ式の連邦法廷で正式に開始された。エルナンデスを含む被告23名、病院関係者、保険会社の内部協力者、そして流通を担った密輸業者たち、法廷に並んだその顔ぶれはあまりにも日常的だった。スーツを着た男たち、メガネをかけた女性、誰一人として怪物には見えなかった。それが最も恐ろしいことだった。検察は129名の死亡について殺人罪に相当すると主張した。しかし、弁護側は因果関係の立証が困難だと繰り返し異議を唱えた。偽造薬を投与されたことと死亡との直接的な関連を医学的に証明することは思いのほか難しかった。がんという病そのものが命を奪う。それを盾にされると法律は沈黙した。被害者遺族たちは傍聴席からその論争をただ見つめていた。泣く者もいた。うつむく者もいた。だが、怒りを声にする者はほとんどいなかった。疲れ果てていたのだ。一審判決は2026年の2月に下された。エルナンデスには懲役32年、他の主要被告には8年から20年の判決。だが、保険会社の幹部2名については証拠不十分として無罪が言い渡された。法廷の外で遺族の一人が静かに言った。裁かれたのは一部だけだ。その言葉は報道されることもなく、夜の風の中に消えていった。今もなお解明されていないことがある。偽造薬がどの経路で何カ国に渡ったのか、国境を越えた先にまだ流通しているものがあるのかどうか、そしてなぜこれほど長い間誰も気づかなかったのか、あるいは気づいていたものがいたにもかかわらず黙っていたのか。答えはまだ出ていない。437名の患者たちが信じて飲んだ薬は最初から彼らを救うものではなかった。その事実だけが静かに記録の中に残された。事件は公式には幕を閉じた。しかし問いはまだ続いている。次の章ではこの物語のその後を見届けることになる。その後、主犯格の男は逃亡先のグアダラハラで逮捕された。かつて製薬会社で品質管理を担っていたその男の手に手錠がかけられた瞬間、居合わせた捜査員の一人はこう証言している。彼は落ち着いていた。まるで予測していたかのように。共犯として摘発された保険会社と病院の関係者12名のうち6名は起訴され、残る6名は
今も司法取引の交渉中だという。病院の廊下で患者に薬を手渡した者も、その薬が何であるか知っていた可能性がある。しかし、証拠はまだ十分ではない。437名の患者たちの中で、129名がこの世を去った。残された308名は、今も治療を続けている者も、もはや続けられない者も、それぞれの日常の中で、あの日のことを抱えながら生きている。遺族たちは、裁判の行方を見守り続けている。ある母親は、法廷の外で、こう語った。娘が信じたのは、医療だった。人ではなく、仕組みを信じた。その仕組みが、壊れていた。その言葉は、この事件の本質を静かに貫いている。偽造薬は、一つの組織が作った。しかし、それが流通するために、いくつもの扉が開かれていた。検査の網、流通の記録、処方の確認、そのどこかで、誰かが気づいていたか、あるいは気づかないふりをしていたか。真実は、まだ裁判の中にある。2026年、現在もなお、この事件の全容は明らかになっていない。記録は残る。問いも残る。信じた薬が毒だったという事実は消えない。